新種恐竜3種命名、年間数ヶ月間恐竜発掘をしているマジモンの恐竜研究者、コチルイ進です。今回は映画ジュラシックパークやジュラシックワールドで影の主役とも呼べるベロキラプトルについて詳しく解説していきます。ベロキラプトルというと俊敏で狡猾、残忍なハンターというイメージを持つ人も多いかと思います。これは映画ジュラシックパークの影響が大きいでしょうね。ドアノブを回したり、音で人間を翻弄したりと高い知性を持つという印象も強いです。ジュラシックワールドでも人に懐いたり、指示を聞くほどの知能を見せつけました。では、実際のベロキラプトルはどうだったのか。最新研究では一体どこまで明らかになっているのか。この動画では4章構成でベロキラプトルの最新研究を紹介していきます。映画だけでは伝えきれないベロキラプトルの魅力をどうぞお楽しみください。まずはベロキラプトルという恐竜の基本から。ベロキラプトルとはドロマエオサウルス類というグループに含まれる小型の肉食恐竜です。体長は 1.5 から2メートル程度。体重は 20kg 未満とドロマエオサウルス類の中でも比較的小型ですね。ジュラシックワールドのベロキラプトルはもっとでかく見えますが、実際はこんなもんです。映画に出てくるベロキラプトルは巨大なドロマエオサウルス類、ユタラプトルをモデルにしているなどと言われることもありますが、ユタラプトルが命名されたのは最初のジュラシックパークが発表された後なので、これは事実ではないですね。単にスピルバーグ監督がもっとでかい恐竜にしたかっただけだと思われます。さて、そんなベロキラプトルは主にモンゴルから見つかっていますが、実は中国側からも見つかっています。モンゴルの種はベロキラプトル・モンゴリエンシスというのですが、中国で見つかっているベロキラプトルはベロキラプトル・オスモルスカエという名前です。ひとまずモンゴリエンシスの方から見ていきましょう。ベロキラプトル・モンゴリエンシスの発見は1923年、アメリカ自然史博物館の調査で見つかりました。有名なフレーミングクリフという化石産地での発見です。ここで見つかったのはほぼ完全な頭と足の一部で、翌年の1924年には新種の恐竜としてベロキラプトルという名前が付けられました。以降、冷戦によりアメリカの調査は途絶えますが、ソビエトとモンゴルの共同調査によって多数のベロキラプトルの化石が見つかります。そのうちの一つがかの有名な格闘化石と呼ばれるものです。肉食恐竜のベロキラプトルと植物食恐竜のプロトケラトプスが組み合った状態で保存された化石です。この写真ではベロキラプトルは左下にいますね。これに関しては後半で詳しく解説しますが、モンゴルの至宝とも呼ばれる美しい化石です。この格闘化石も合わせてベロキラプトルは1ダース以上もの化石が見つかっています。完全な頭や全身骨格も多く、最も詳しく研究されている恐竜の一種と言ってもいいでしょう。実は日本の研究チームも大きく貢献しています。その一つが国立科学博物館のチームによる研究です。簡単に言うと、これは内温性動物と外温性動物で鼻の穴の構造が違うか、それを調べた研究ですね。結果、内温性動物の方が頭の大きさに対して空気の通り道が大きいということが分かっており、脳を冷やすための適応かもしれないとされています。2種目のベロキラプトル・オスモルスカエは2008年に命名された比較的新しい恐竜ですね。ポーランドの著名な研究者、ハルシュカ・オスモルスカ女子にちなんだ名前です。初期のモンゴル恐竜研究を支えた偉大な恐竜研究者ですね。保存部位は限定的で、上顎骨と類骨、この2つの骨だけです。前後に長く伸びた上顎骨がベロキラプター・モンゴリエンシスと異なるとされていますが、2013年の再研究では
特にモンゴリエンシスとの違いはないとされており、種の有効性は若干怪しいですね。他にも2021年にはモンゴリエンシスとされていた個体が別の種類であるという可能性が提示されるなど、まだまだ分類学的にも研究の余地が残っている恐竜。ここからはヴェロキラプトルについてさらに詳しく細かいところを見ていきましょう。まずは羽毛の有無について。最近やたらめったら恐竜に羽毛を生やすのが流行ってますね。ティラノサウルスなんかもふさふさの復元を多く見かけます。ティラノサウルスに関しては以前の動画でもまとめたように羽毛ではなく鱗を持っていた可能性が高いのですが、ヴェロキラプトルはどうだったのか。結論から言うと、ヴェロキラプトルにはおそらく羽毛が生えていたとされています。その根拠を見ていきましょう。最も直接的な証拠としては、ヴェロキラプトルの腕の骨に羽軸が付着していたその痕跡が残っているんですね。これはクイルノブ、日本語では羽軸コブとでも呼ばれるもので、一部の鳥類で見られるものです。ジレツカザギリバネとジレツオオアマオオイが付着する部位ですね。羽軸コブは鳥類でも持っていない種もたくさんいるので、これがないから羽毛がないというわけではありませんが、これを持っているということはカザギリバネを持っていたということを示唆しています。羽軸コブを持つ恐竜はヴェロキラプトルだけではなく、同じドロマエオサウルス類のダコタラプトルやディネオベレーター、それにダチョウ恐竜オルニトミムス、冤罪の卵泥棒アパトラプトルなども羽軸コブを持っています。あと特殊な例としては巨大な肉食恐竜コンカベナトルです。これはカルカロドントサウルス類というグループに属する恐竜。このグループはまだ羽毛を獲得していなかった可能性もあるので、こいつの羽軸コブに関しては未だに議論が続いているのですが、それを差し置いても多くの恐竜から羽軸コブが見つかっています。他にも化石鳥類からも羽軸コブは見つかっていますね。これらの羽軸コブを持っている恐竜はおそらくカザギリバネを持っていたのでしょう。しかし羽軸コブがあったからといってヴェロキラプトルはこんな風に全身羽毛に覆われていたのかという疑問は残ります。羽軸コブが示すのはそこに羽毛がついていたということだけで、他の部位に関してはまだわからないからです。実際渦中のコンカベナトルの復元は全身ではなく腕にちょっとした羽毛を生やすだけにとどめることが多いですね。ただしヴェロキラプトルの場合はそういった懸念は少ないと見て良いでしょう。というのもドロマエオサウルス類は全身が羽毛に覆われた化石が複数見つかっているんですね。代表的な化石はここに見せているようなミクロラプトルですが、他にも数種類羽毛に覆われた種が見つかっています。というわけでヴェロキラプトルはある程度羽毛に覆われた復元でも不自然ないかと思われます。ではこんな風に全身を覆う羽毛は一体何に使われていたのか。とりあえず空を飛んでいたということはないと思われます。さすがに体重15キロから20キロもある動物が空を飛ぶのはなかなか難しいです。アンデスコンドルという巨大な鳥類は体重15キロ程度とされており、一応飛べますが大きな翼で上昇気流を捕まえてようやくといったところです。ヴェロキラプトルの前足から推定される翼の面積は小さすぎるので、さすがに飛ぶことはできなかっただろうと考えられます。なのでそれ以外の機能として体温を一定に保つ保温、異性へのアピールをするディスプレイ、それに卵を温めるなどの抱卵のために使われていたのではないかという説が提唱されています。他には走るときに羽ばたくことで加速するなどの効果も指摘されていますね。まだ飛べない若い鳥が木を登るときに羽ばたいたりするので、そのような姿勢制御に使われていたのかもしれません。そしてもう一つ面白い仮説が提唱されているのですが、
これは後半の狩りのパートで解説するので楽しみにしていてください。次はヴェロキラプトルの頭の良さについて。ジュラシックパークでは自分でドアを開けたり、罠を仕掛けたり、鳴き声で会話をしたりと高い知能を見せつけたヴェロキラプトルですが、実際どの程度頭が良かったのか。2020年にヴェロキラプトルの頭を CT スキャンにかけ、脳の構造を調べた論文が発表されています。この研究で使われた頭は残念ながら不完全なものだったので、小脳部分しか解析されていないのですが、それでも十分にわかることがあります。その一つが、ヴェロキラプトルの脳はフロッキュラーローブという構造が発達していたということですね。これが大きいと運動性能やバランス保持能力が高いとされています。これ自体は結構反論もある指標なのですが、この論文ではこれをベースにヴェロキラプトルは高い運動性能を持っていたとしていますね。あとは聴覚能力、つまり耳の良さですね。これもカラスやペンギンなどの現代の鳥類と同じくらい高い音を聞けたということが、この脳の研究から示唆されています。一方の知性に関しては、この論文では特に言及されていません。これは単純に保存されている脳が入っていたスペースの部分が不完全なんですね。なので参考になりますが、禁煙種で簡単に見てみましょう。2020年の論文で恐竜類の脳が体重に対してどの程度大きかったのかということを鳥類全体と比べています。これは脳下指数という指標ですね。一般的な鳥類で期待される数値と同じだと0。それよりも脳が大きければプラス、小さければマイナスになります。鳥類だとダチョウやニワトリはマイナス 0.17 程度、カラスは 0.48 程度とされます。これを恐竜に当てはめると、ヴェロキラプトル類のサガーンでマイナス 0.32 程度と低く、トロオドン類でマイナス 0.09 程度と、ほぼ鳥と同じくらいであることが示されました。つまり脳みその大きさだけで見ると、ヴェロキラプトルの仲間はダチョウよりも頭が悪かったのかもということになります。ただ気をつけなければいけないのは、エミューやツバメなんかの脳下指数はものすごく低く出るんですね。これらの鳥が一概に頭が悪いというわけではないです。なので脳下指数が低いということが別に頭が悪いという意味ではないのですが、とりあえず一つの指標として映画のヴェロキラプトルほど賢くはなかっただろうと考えておいてください。この辺はまだまだ今後研究されていく必要がある分野ですね。では次、ヴェロキラプトルの狩りの方法について。群れで大きな恐竜を追い詰める、大きさよりも友情パワーでハンティングというのがジュラシックワールドなんかから受ける印象ですが、実際のところどうだったのか。ここからはヴェロキラプトルの狩りの方法について様々な観点から見ていきましょう。まずそもそも狩りをしていたのかどうか。ヴェロキラプトルに限らず肉食恐竜が積極的なハンターだったのか、それとも死体漁りをしていたのかは大きな議論になりがちです。ただ結論から言うと、どっちもやってました。死体漁り説を支持する証拠の一つは、巨大な翼竜類の骨がお腹から見つかっていることです。自分よりも圧倒的に大きい獲物を生きたまま捕らえられたとは考えづらいからというのが理由ですね。じゃあハンティング説の根拠は何かというと、言わずと知れた格闘化石です。ただ実際にこれが格闘をしていたのかという疑問は残りますよね。格闘化石が格闘していたのか、最新研究の見解を紹介しましょう。格闘化石とは、植物食恐竜のプロトケラトプスがヴェロキラプトルに覆いかぶさって保存された化石ですね。
プロトケラトプスはベロキラプトルの前足をくわえ、ベロキラプトルの後ろ足はプロトケラトプスの腹に食い込んでいるように見えます。まさか偶然こんな形で保存されるわけがないということで、この化石はベロキラプトルの狩りの証拠とされてきました。しかし、それを当然のように疑問視する研究もあったんじゃないかと思ってたんですが、調べてみると割と全肯定でした。1993年にスカベンジング説、つまり死体あさり説も提唱されていますが、1998年、2010年、そして2016年の論文で、こんなにしっかりと踏ん張った姿勢でプロトケラトプスが死んでいるなどありえないとされていましたね。また、格闘化石とは違いますが、ベロキラプトルの歯の跡が残ったプロトケラトプスの化石が見つかっています。これは中国の標本ですね。これ自体は死体あさり説を否定するものではありませんが、ベロキラプトルがプロトケラトプスを餌資源にしていたというのは間違いなさそうです。他にも脳の構造を解析した論文では、さっきも紹介したように高い運動性能が示唆されており、積極的に狩りをしていた可能性を示示しています。というわけで、ベロキラプトルは狩りも死体あさりもやっていたということで、次の疑問は一体どうやって狩りをしていたのかということです。映画のように群れで狩りをしていたのか、それとも単独で狩りをしていたのか。最新の学説では群れで狩りをしていたという可能性はかなり低いとされています。根拠は餌のパターンです。群れで狩りをするような社会性を持つ動物は、群れの中で食べるものが均一化されるんですね。つまり、大人と子供は基本的に同じものを食べるわけです。なんせ別のものを食べる理由がないんで当然ですね。逆にコモドドラゴンのような社会性を持たない動物は、親と子で別のものを食べます。ワニもそうですが、子供のうちは昆虫などが主要な餌資源になっていますね。ちなみにこれはこれで、地域の餌資源をその種だけで独占するという意味で強力な適応戦略だったりはします。では、ベロキラプトルはどうだったのか。ベロキラプトルそのものではないですが、同じドロマエオサウルス類のデイノニクスを対象に2020年に面白い論文が発表されています。この研究では大人と子供の歯の化学組成を比較しています。安定同位体比分析という手法ですね。簡単に説明すると、より高次の捕食者、つまり大型動物を食べるような動物には軽い元素が濃集するので、元素の重さを測ることで食物連鎖のレベルが推定できるという分析です。この分析の結果、デイノニクスは大人の方が軽い元素が濃集している、つまり栄養段階が高かったということが分かっています。子供はもしかしたら昆虫などを餌資源としていたのかもしれません。これはまさにコモドドラゴンなんかの生態に類似していますね。次は噛む力について。ベロキラプトルの噛む力は最大で304ニュートン程度とされています。これがどのくらいなのか感覚がつかみづらいかもしれませんが、参考までに体重3、40キロ程度のジャーマンシェパードの噛む力が360ニュートン程度とされていますね。なので体重15から20キロ程度の動物と考えると340ニュートンというのは妥当でしょう。他のドロマエオサウルス類と比べるとデイノニクスの噛む力は706ニュートンとベロキラプトルの倍以上と推定されていますが、力学解析の結果、デイノニクスはあまりうまく力を逃がせなかった可能性が指摘されています。つまり、全力で噛んだら反動がやばいというふうに思ってください。逆にベロキラプトルは噛んだ時の力を頭全体に均質に分散させていますね。噛む力自体は特別強くなくても、ベロキラプトルは上手に噛むということができたのかもしれません。
さらに走る速度について見ていきましょう。ジュラシックワールドでは車と同じくらいの速度で走るベロキラプトルですが、さすがにそこまでのスピードはなかっただろうと思われます。動物の速度に関しては最近面白い研究が出てて、生物の速度は感性と筋力、この2つがボトルネックになっているという説です。小型の動物は体重が低い分、感性も小さいので、少し筋肉を動かしただけで速度が乗り切っちゃうんですね。つまり筋肉のキャパシティの全てを使う前に全速力に到達してしまう。つまり無駄が多くなるんです。逆に中型動物になってくると、感性が高まって筋肉が発揮するエネルギーの大部分を速度につぎ込むことができますが、筋肉が生み出せるエネルギーは生理的に決まっています。つまりエネルギー的に速度に限界が来るんですね。さらに大型動物になってくると、今度は重力に抗うためにエネルギーの多くが持っていかれるので、最大速度は下がります。この論文ではだいたい体重55キロくらいで最高速度のピークを迎え、100キロを超えたあたりから下がっていくという傾向を示しています。ただもちろん同じくらいの体重でも数倍以上も最大速度に差があったりします。これを説明する要因の一つがギア比です。これは車とかのギアと一緒ですね。つまり骨の比率や筋肉のつき方によって強力だが速度が遅いというパワー型か、貧弱だが速さが出るというスピード型に分けられるわけです。このあたりの研究は恐竜において昔からされていますが、2016年にカナダの研究チームが獣脚類全体をまとめている。この論文ではベロキラプトルは太ももの骨に対してすねの骨がやや短め、つまりギア比が低いということが分かります。つまりベロキラプトルは速度が低いパワー型、安定して長時間走れるような足の構造をしていたのです。なのでベロキラプトルは車に追いつくほどの速度は出なかったかもしれませんが、それでも不安定な地面を長時間走るといった場面では有利だったかもしれません。最後は鍵爪について。ベロキラプトルを含むドロマエオサウルス類の最大の特徴といえば足の鍵爪です。映画ジュラシックパークでは獲物を切り裂き、仕留めるための武器とされていました。実際はどうだったのか。2006年の研究ではロボットを使った実験を行っています。とは言ってもベロキラプトル型のロボットというわけではなく、後ろ足の構造を工学的に復元したんですね。見た目はロボットアームに近いです。爪はアルミニウム合金で作り、その周りをケラチン代わりの樹脂で覆っています。これは生物の爪よりもはるかに強靭なので、これで肉が切れないなら実際の動物も無理だっただろうという過程ですね。このロボットで豚肉とワニの肉、それぞれを対象に鍵爪が肉を切り裂けるか試したところ、ワニは皮が硬すぎて爪の方が欠ける。豚肉も最大で4センチメートル程度の深さの穴は開くものの、切り裂くことはできなかったとの結果になっている。むしろこんな風に曲がった爪は肉から爪を引き抜く上で不利だったとしていますね。獲物を切り裂けないのだとしたら、こんな鋭い鍵爪、一体何に使っていたのか。この辺、2011年の論文で面白い仮説が提唱されています。足の指の可動域に注目したものです。ベロキラプトルやデイノニクスの足はめちゃめちゃ可動域が広いことが分かってて、なんと拳を作ることができるんですね。つまり獲物をつかむことができると。なのでベロキラプトルなどのドロマエオサウルス類は捕まえた獲物をホールドするために鍵爪を使っていたとこの論文ではしています。これは一部の猛禽類が採用している戦略です。彼らもベロキラプトルたちと同等以上に発達した鍵爪を持っていますが、これは殺傷ではなく獲物を押さえつけるために使っています。
このような鳥類は獲物を生きたまま食べることも多いので、殺傷力よりも逃がさないことが大切なんです。なのでベロキラプトルも生きた獲物を足で押さえつけて食べていたのかもしれません。で、この右下の絵、これ獲物を押さえつけている時に羽ばたいてバランスをとっていたのではないかと、この論文では提唱しているんですね。実はウジクコブは力強く羽ばたいて飛ぶ鳥に多く見られる構造で、羽毛の付け根に大きな力がかかっていた少佐なのではないかという考えがあります。もしもこの論文のように餌を押さえつける時にも羽ばたいていたのだとすると、ベロキラプトルは飛ばないにせよウジクコブを持っていたことの説明にもなります。とはいえベロキラプトルの祖先が飛んでいたからその名残としてウジクコブがあるだけという説もあるので、確かなことまでは分かりませんが、ベロキラプトルの羽毛はただの飾りではなかったのかもしれません。まとめです。ベロキラプトルはおそらく全身に羽毛を持つ肉食恐竜で、映画ほどではないにせよほどほどには頭が良かったようです。上振れればダチョウと同じくらいに複雑な行動をとっていたかもしれませんね。狩りは基本的に単独で行っていたようで、格闘化石に代表されるように積極的に生きた動物を飼っていたようです。ただ同時に死肉漁りをしていたという証拠も見つかっています。噛む力は大きさ相応で、足の速さはそこそこ。どちらかというと安定や持久力に重点を置いていたのかもしれません。サギ爪は切り裂くためというよりも獲物を押さえつけるために使っていたという説が有力ですね。今回は以上となります。映画とはまた違うベロキラプトルの一面が見えてきたのではないでしょうか。今後もジュラシックワールドシリーズに登場する恐竜をどんどん紹介していきますので、高評価、チャンネル登録をした上で楽しみにお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。